こんにちは、きこです。今日もインドからお届けします。ずいぶんね、久しぶりの動画になっちゃってすいません。1週間ぐらい空いちゃったかな。すいませんね。前回の免疫力のね、動画、本当にたくさんの、反響いただきましてありがとうございました。皆さんのコメントも本当素晴らしくて、もう目から鱗がいっぱいありましたので、もう早速いろいろ実践させていただいてます。ありがとうございます。で、すごいたくさんの情報いただいたので、ちょっと時間ある時にまとめてみんなにまたシェアしたいなと思っています。ありがとうございます。で、今日は、潜在意識のお話をしたいと思っています。で、昨日ですね、潜在意識の、魔法っていう本が、昨日出版されました。角川から、出まして、その潜在意識の魔法の中にね、いろんな潜在意識のことを書いたんですけれども、興味がある方、ぜひ、購入していただけたら嬉しいです。で、下記リンクのところにね、リンクがありますので、よろしくお願いします。もうすでにね、届いてる方もいるっていう声もたくさんいただいてて、本当にありがとうございます。で、今日は潜在意識のお話をしたいと思うんですけど、私自身潜在意識からこういう目に見えない世界に入り始めたので、一番得意ではあるんですね、潜在意識っていうものが。で、分かる範囲のことっていうのかな。そちらをね、たくさん本にも書いたんですけど、潜在意識ってそもそも何かっていうお話をしたいと思っています。で、潜在意識っていうのは、言葉がね、いろんな言葉になってるんですよ。だから、ハイヤーセルフとか、ソースエネルギーとか、神様とか、なんかこう、ちょっと違いもあるんだけど、結局同じことを言ってると思うんですね。根源の意識とか、私たちがほら、大いなるものってことですね。大きな存在がこうやってちっちゃくなっていて、そこがなんでこう小さくなってるかっていうのがすごいやっぱり分かりやすく説明しやすいもの。潜在意識っていうものはだから言葉は違うんだけどね、神様とか創造主とかハイヤーセルフとかソースエネルギーとか何でもいいんですよ。あとこのグレートセントラルサンとかなんだっけ、大いなる自己とかか。とにかくいろんな名前になっているんだけど、同じこと、潜在意識のことを言ってるっていう感じだと思うんですね。で、意識の部分で私たちやっぱりすごい分かりやすいですよ。で、潜在意識を説明するとすごい分かりやすくて、まず潜在意識っていうのは、意識のある状態と無意識の状態に分かれていて、意識のある状態を、顕在意識っていうんですね。顕在意識と潜在意識。潜在意識の中にだから意識のある状態が入ってるんだけど、トータル的には潜在意識なんですよ、全てが。で、ここの部分の、割合がですね、よくこう、海のね、こう、図で見たことあるんじゃないかと思うけど、こう、氷山の一角みたいな、海の中にこう山みたいのがあって、この海の海面にちょっとだけ頭が出てて、あと下は見えていないっていう図見たことあるんじゃないかと思うんですけど、この上の方だけが私たちが認識している意識の状態で、あとはもう無意識の状態で、ほとんど、意識してない状態になっているっていうのを聞いたことあるんじゃないかと思うんですけど、まさに本当にそういう感じなんですね。で、ここの割合がですね、だいたい1%から5%って言われてるんですね。私たちがこんなに一生懸命生きてるのに、意識してる状態って1%から5%ぐらいしか使ってないんですよ。だから潜在意識の力をどんどん使っていくことによって、この95から99%の力を使えるっていうことなんですね。で、この潜在意識っていうのは、潜在意識でだから、95%から99%の潜在意識を握っているようなもんなんですよ。コントロールしちゃってるってことだから、潜在意識を書き換えたり、ブロック解除したり、統合のワークしたり、ヒーリングしたりって何をやってるかっていうのは、この潜在意識の部分ですね。私たちが認識している部分の、クリアリングをしているんですよ。で、ちょうどね、潜在意識と潜在意識の間になんかね、ちょっと膜みたいのがあって、行ったり来たりするんですね。私たちが。意識のある状態と無意識の状態が、こう、交互にみたいな感じで、行ったり来たりしてるんですけど、この潜在意識を書き換えたり、ブロック解除とかをやっていくと、自分がクリアになってくるわけだから、それによって、この行ったり来たりが、このね、
間のこう層みたいのがなくなってきて、常にやっぱりこう潜在意識と同調してる状態みたいのが作れるってことなんです。だから波動を整えてるっていうのはもうこの潜在意識と潜在意識のもう間がなくなるみたいな感じなんですね。そうそうそう、こういう感じ。あとはその瞑想の中でも、無になったりとか、雑念を消すとかっていうのは、雑念っていうのがだから潜在意識のところなんですよね。でもねやっぱりね、瞑想して雑念をこう整えるっていうのは結構難しいと思うんですよ。潜在意識のところって暴れますから、めちゃめちゃ暴れるから、潜在意識のところっていうのは暴れるっていうのはなんていう、雑念めちゃくちゃうるさいから、そこを無理にこう瞑想の力で何とかしようとするのは結構私は抵抗があるんじゃないかと思いますので、抵抗っていうのはその摩擦、エネルギーの摩擦みたいな感じですね。だから書き換えとかご自身のねやり方でいいと思うんですけど、そこをとにかく無にするっていうことですね。で、あとはその辺りのところだから潜在意識が握ってるって感じなんですね。で潜在意識っていうのは、特性があるんですよ。この私たちが認識している部分っていうのはやっぱここがないと私たちは生きていけないんですね。この創造主が、私たちが創造主で、このね小さくなった自分になっていて、自分っていうものは何なのかっていうのをやっぱ潜在意識で認識しているわけだから、ここの部分がやっぱ潜在意識で認識してるっていうことですね。ででもね、なんていうのかな、安定させるみたいなところとか、守りに結構入るんですね。潜在意識っていうのは意識してる状態ですね。あとは保守的であって、あとね同じことを継続させるっていうのがあるんですよ。だから一回すっごいショックなことが現実の中であったとすると、それをずっとその辺りの周波数をずっとリピートするっていう特性があるっていう感じ。そうそうそう。だから私たちはその辺りの周波数をいつもうろうろしてしまうのは、そこの考え方の癖とかっていうのは経済意識に入ってて、そこの辺りの周波数をずっとその経済意識の特性を使ってというかね、ずっとその辺りをやっているっていうことですから、じゃあここら辺のところをクリアにしていくことによって、もう無とか安心リラックスホッとする、好きなことをやる、無になるとか、なんかその辺りやってるとこのループがなくなっていくんですよね、だん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 。そうだってさ、95% の潜在意識のそんなパワーを、この 5% のとこで握っちゃってるっていうのは 1% から 5% の、そう、ここはやっぱ 95% の力どんどん使っていった方がいいと思うので、だから、このなんていうのかな、だから何をやってるかっていうのは、だからブロッカージュとか、潜在意識書き換えたり統合のワークとかって何やってるかっていうのは、この 5% のところをクリアにして潜在意識と潜在意識の間のところをなくしていくっていうのかな。そのようなことをやっていると本当にさ、波動整った状態だとうまく回るんですよね。うまく回るプラス、こっからやっぱ願望とか投げてくるんですよ。こういう風にしたいとか、私の望みは何なのかとか、これをやりたいとかって、この潜在意識と潜在意識のところのこの膜がなくなってくると叶うんですよ。私たち創造主ですから、いろんなこと叶っていくし、もうこうなんて言うんだろう、小さくなっていた自分自身にも戻れなくなってしまいますね。だからやっぱりギリギリまでそれを体験したいっていうのがありますけれども、そんな感じで潜在意識と潜在意識っていうのはできているってことですね。だからなんかこうハイヤーセルフとか神様とか創造主とかってすごい遠くに感じますけど、この潜在意識っていう例えをすることによってね、潜在意識と潜在意識がありますから、そうすると、説明が分かりやすいんじゃないかと思いますのでね。すごいよね。だから結局のところ私たちは創造主であり一つの根源であってすごい力持ってるってことなんですけど、なんでそれじゃあね今こんなちっちゃくなっちゃってるんだとか、なんかそのあたりの原理が分かりやすいんじゃないかと思いますので、こんな感じかな。その 95% の自分自身って何やらかすか分かんないですよ。何やらかすっていうか、もうどんだけの潜在能力あるんだよっていう感じだから、今世の中でいろんな自分をねやっぱ見てほしいなと思うんですね。私もね本当にね知らない自分が出てきて面白いんですよ。本当に私自身が自分にワクワクしてるっていうか、この人何すんだろうみたいな感じで自分で自分のことが面白くてしょうがないんですね。
なんかそういう感じになってくだって 95% もあるわけだから、だから他の人見てたって進み方全然違うから、他の人見てたってしょうがないと思うんですね。もちろんそれもいいと思うんだけど、全然やりたいこと違うから自分に集中しようって言ってるのはそこだし、この 95% で何して遊ぼうかなっていう感じですね。はい、まあそんな感じかな。で潜在意識のね、本の方なんですけれども、昨日出版されました。でこれがねまた面白くてね、面白くないんだけど、本当は昨日動画撮りたかったんですよね。で一生懸命撮ってたんだけど、なんかねネットラインが通じなくておかしいなと思ったら、インド人がさ木をいっぱい今切ってて、それと一緒にネットラインも切っちゃったみたいでだからずっとネットが通じなくて、ちょっと動画が上げられなくてすいません。こういうなんかこうなんていうの、だから昨日はいろいろ願望をすごい投げて、波動を整えて願望を投げて、こういう世界作っていきたいみたいなのをすごいこうワクワクしながらやる時間に費やしてたんですけども、なんかいろんなことがあったりしますけどね、本当にこう前向きに楽しくね過ごしていきましょう。で本の本もねぜひよろしくお願いします。私の知っている限りのことを、全て書かせていただいて、あとはね実践が本当に多いですし、あと体験談もね募集させていただいてたくさん載ってますので、いろいろ参考になることが多いんじゃないかと思いますので、ぜひよろしくお願いします。下記リンクのところに概要欄のところに貼ってありますので、ぜひよろしくお願いします。今日は潜在意識のお話をしました。ではでは。